スマート望遠鏡があれば、バードウォッチング楽しめる。それから飛行機ウォッチング楽しめる。こんにちは、すみやです。今日はスマート望遠鏡はついにね、天体望遠鏡じゃなくなっているということです。すでにね、天体観測でドワーフ3とかシースター S30 もちろん使えるんですが、昼間の撮影でもね、バードウォッチングとか飛行機とか UFO とかいろんなものが撮影できるということで、天体望遠鏡を超えた天空望遠鏡ではないのかということをお話ししたいと思います。すでにね、シースター S30 とかドワーフ3は二眼カメラを備えているので、広角で何がどこにあるかを捉えることができると。そしてそれをトラッキングしてですね、望遠レンズで撮影するという手法を取るので、非常に小さな物体を広い範囲の画角の中から選んで捉えることができる。バードウォッチングで動き回っている鳥をね、自動でトラッキング、追跡して撮影ができるし、さらには動いている飛行機、UFO なんかも撮れるということですね。今までの赤道儀に乗ったね、望遠鏡っていうのは、正確に天体を追尾することは得意でしたけれども、動いているものを捉えるっていうのはなかなか難しかったっていうか不可能でしたね。天体は地球の自転に合わせて動いてくれるので、それを計算して赤道儀がゆっくり追尾するのは可能だったんですけれども、非常に速いスピードで動いているね、飛行機とか鳥とかはなかなかそれが難しかった。しかもね、どこに飛んでいくかわからないので、それを追いかけるっていう機能がね、なかなか今までの天体望遠鏡では不可能だったんですが、それがね、ついにドワーフ3とかシースター S30 でできるような感じになってきましたね。S30 はね、まだね、鳥のトラッキングに成功してないんですけれども、ドワーフ3は確実にね、カラスとかカワセミとか追っかけてくれたし、ゆっくり動くアオサギなんかはね、非常に正確に追尾してくれます。そして、一定の速度ではあるけれども、かなりね、速いスピードで動いてくれる UFO。昼間の飛行機とか夜の飛行機をね、追尾することもできるという点ですごい機能が搭載されていますよね。もはや天体望遠鏡は天空望遠鏡になったと。空を飛んでいるものをすべてね、撮影できるというふうな時代に入ったんではないかなというふうに思います。昼も夜もね、この望遠鏡があれば楽しめるという時代になっているんだと思います。皆さんもね、ぜひスマート望遠鏡、スマート天体望遠鏡ではなくて、スマート望遠鏡を楽しみましょう。はい。で、実はね、昨日撮影していたのがですね、マルカリアンの鎖ですね。マルカリアンチェーン、綺麗に撮れてますね。ドワーフ3で。これはスバルですが、はい。なかなか綺麗に撮れてますね。はい。もともと画角が広いので、いわゆるフレーミング機能、モザイク機能を使わなくてもここまでね、J の字になっているマルカリアンの鎖が綺麗に全部入ってますね。はい。で、これどうやって撮ってたかというのをお見せするとですね、昨日の予約、これですね。129にしておきました。はい。マルカリアンの鎖。ちょっと字がちっちゃいので大きくしましょうか。マルカリアンの鎖。1時13分から5時23分まで4時間10分撮ってましたね。すごいね、これ。でね、シャッター30でゲイン50で撮りました。はい。シャッター30、ゲイン50で天文用フィルターで撮りました。通常ね、シャッターが15秒で、ゲインは60なんですけれども、銀河を撮るにはね、少しゲインを下げてシャッタースピードを長くすると
いう方がいいんじゃないかなと、個人的に思ってそうしただけなんですが、高度がね、51度から56度の間を撮ってました。で、日の出が6時40分なので、その1時間ちょっとぐらい前までね、撮影していたということです。はい、これです。今日の5時27分に撮影が終わったという意味かな。はい、5時27って出てますね。はい。それからこれはね、プレアデス星団、スバルなんですが、これはね、自動で AI ノイズ除去をしてくれている映像なので、普通ね、右に光のかぶりが出ることが多いんですけども、これはね、それを消してくれてます。で、その消す前と消した後の違いをね、動画にしてありますので、ぜひご覧ください。どうぞ。でね、スバルだけじゃなくて、何を撮ったんだっけ？これは飛行機だな。これもスバルだね。アンドロメダ銀河もね、ちゃんとね、かぶり補正ができていたと思います。スマート望遠鏡の進化がすごいことになってますね。いろんな AI ノイズ処理でかぶりを取ってくれたりとか、そういうこともできるようになってます。なんかね、内部でフラット補正をしているんではないかなと個人的には思います。なんかね、ファイルを見るとフラットっていう言葉が出てきたので、ひょっとしたらそれなのかもしれませんね。はい。C スターはね、フラット補正はしてないと言われているんですが、本当かどうかはわかりませんけど、ドワーフ3はひょっとしたらフラット補正をして、もちろんダーク補正はね、ちょっと手動で追加しなきゃいけないという一手間はあるんですけれども、そういう処理ができるようになっているので、非常にね、今までよりはるかに綺麗な天体写真が撮れるようになってますので、ぜひ皆さん試してみてください。この後ね、ドワーフ3は、赤道儀モードで使うときは、今はね、水平にしている三脚に乗ってるんですが、これをね、外して、アルカスイス互換のプレートをつけているので、ここにアルカスイスの台座をつけているので、これでね、だいたい赤道儀モードがすぐ使えるようになってます。昨日ね、赤道儀モード誤差が0度ということでマルカリアンの鎖をこれで取っていました。もちろんね、水平でもマルカリアンの鎖は取れると思うんですが、やはりこちらで取った方が端っこまでね、綺麗に取れるんじゃないかと思って、こういう形で撮影してみました。はい。C スター S30 ドワーフ3。皆さん、二眼カメラの威力がすごいですので、ぜひね、このスマート望遠鏡で昼も夜も楽しみましょう。もちろんね、C スター S50 でもね、野鳥は撮れるんですけれども、なかなかね、画角が狭いので、鳥がどこにいるかを見つけるまでにちょっと手間がかかったんですが、二眼カメラだとね、ダブルタップすると、そこにカメラが向いてくれるのでね、そんな心配がないということです。しかもドワーフ3に至ってはね、動いているものを自動的に検出して撮影まで始めてくれるという機能がありますので、これはすごいですよね。はい。皆さんもぜひね、このスマート望遠鏡をうまく活用して楽しんでみてはいかがでしょうか。今までね、一眼レフカメラとか、ズームレンズとか、そういうものでね、飛行機とか、あるいは鳥を追いかけていた人たちも、このスマート望遠鏡があれば、バードウォッチング楽しめる。それから飛行機ウォッチング楽しめる。飛行機ウォッチングっていうのかな。エアプレインウォッチングかな。はい。そんな UFO ウォッチングが楽しめるということですね。はい。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。
チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい、えい、えい、えいと。